今日心霊体験、早速お話ししたいと思います。私がお話しする話は全て実話になっています。私が経験したお話です。その日ですね、実は私、朝早くに駅で友達と待ち合わせをしていたんですね。実は私、以前動画でもお伝えしたんですが、趣味で、ブラックバスという魚を釣るですね、ルアーフィッシングをやっています。でその日もですね、友達と4人で1台の車で行こうということで、駅で早朝待ち合わせをしていたんですね。時間がですね、朝の4時半に駅で待ち合わせしていました。で前の日からですね、楽しみにしていましたので、糸を張り替えたりですね、いろいろ準備をして、前の日は早く横になりました。で4時ぐらいに目が覚めてですね、準備して駅の方向かったんですね。そんな最中にですね、実は起こった出来事です。私がですね、自転車でその日はですね駅に向かうところでした。家を出てですね、300メーターぐらいまっすぐストレートな道がありまして、この道をまっすぐ抜けたところがちょうど T の字になってるんですね。でこの T の字をですね右に行くと駅になります。で私はですね、まだ早朝朝早い時間帯でしたので、人気もない道をですね自転車で駅に向かったんですね。すれ違った方誰もいなかったです。でこの 300m の道をまっすぐ抜けて右に曲がった瞬間ですね、私はっと驚いたんですけれども、もうびっくりしました。もう私が見たのがですね、なんともう肩まで使っている、言い方としてはですね、アスファルトに埋まっているサイズのおかしい人だったんですよね。例です。私ちょっとこのタイプ見るの初めてだったんですけれども、曲がった瞬間にもうサイズが違うのがすぐ分かったので、もう人じゃないっていうのはすぐ分かったんですね。で、変な話、胸まで使っていた方をですね見たんですね。で私はですね、うわっと思いまして、そのままもう大急ぎで、他に周り誰もいなかったです、駅まで向かったんですね。で、ちょうどその道を曲がってその方を見て、左手に曲がると駅があったんですね。で曲がる時にですね、もう一回確認したらですね、やっぱその方いたんですね。ちょうどそのガードレールと同じ高さに頭のてっぺんが来るような方でした。これね、普通にありえないんですよね。で私ですね本当に驚きまして、ただですねちょっとですね、あれもしかして見た顔かなってちょっと一瞬思ったんですね。というのはですね、実はそこの道をですね、通るときにその道沿いに、ちょうどその方がいらっしゃった遠い目にですねマンションがあるんですね。で結構古めのマンションです。でその古めのマンションのちょうど1階2階3階4階、4階建てのマンション、ちょうどですね窓側がですね、車道の方を向いてるんですね。で実はそこの1階のマンションに、車道側にその窓がありまして、実はその窓ですね結構頻繁に開いてるんですよね。で、この空いてるところでですね、ご年配の男性、もう80代ぐらい行かれてらっしゃる方がですね、窓が開いた状態で結構ですね、これ窓のサッシだとしましたら、こういった形で外をこうやって眺めてるんですよね。で時折中のテレビをこうやって見て、こういう形で外を眺めてる方がいらっしゃったんですね。で私ですねその方の顔にすごく似てたんじゃないかなって、その時ちょっと一瞬思ったんですよね。
で釣りをして、また夕方の、朝が早かったもので5時6時にはですね、もう戻ってきてたんですね。で駅で友達に降ろしてもらって、みんなそこで解散したんですね。でちょうど私がその帰りにですね、まあもちろん同じ道通るんですが、そこで葬儀をやっていたんですね。そのマンションで、私が先ほどお話ししたマンションですね。でどこの部屋かっていうのはもちろんマンションだったもんでわからないんですけれども、通りかかっただけですので、あれもしかしたらその方だったんじゃないかななんてその時ちょっと思ったんですよね。でまあそこからですね、そのおじいさんが住んでいたマンションのですね部屋の車道に面した窓がですね開くことはなかったんですね。でそのうち私もそこのマンション引っ越しましたんで、それ以来もちろん、分からなかったんですけれども、その窓が開くことはなかった。そして、そのおじいさんにとても似ていたということでですね、はっきりとはもちろん分かりませんが、亡くなったそのおじいさんがですね、霊となって、自分が住んでいたその部屋をですね、この車道側からマンションを見てたんじゃないかなって思ったんですね。でいつもはですね、マンションのこの窓から車道を眺めて、いたこのおじいさんがですね、亡くなった時に車道から自分が住んでいたマンションを眺めていたんじゃないかなと私は思いました。あの日、あの場所で、葬儀が行われていたその後にそこの窓がもう開くことはなかった。やっぱりなんか顔も似ていた。もちろん顔がですね、はっきりしっかり見えたわけではないですけれども、ちょっと黒くぼやけてっていうところもありましたし、まあ朝方だったもので暗かったのもありましたし、ただやっぱり見覚えがあるあのおじいさんを私はすぐ思い出しました。今日はそんなお話でした。とても不思議な体験でした。ぜひ、まあなんて言っていいんでしょうね。まあとても不思議な体験でしたね。今日のお話はですね、ここで、この話を終わりたいと思います。また次のお話でですね、皆さんに、会えればと思います。それではぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは。